こんにちは。今日は未病を防ぎながら若々しい血管と血流を保つために重要なポイントをお話しします。私たちの体内には驚くべき血管ネットワークが張り巡らされていますが、それがどれほど重要なのか知っていますか？では早速見ていきましょう。私たちの体には約10万 km もの血管が張り巡らされていると言われています。血管は体内のあらゆる臓器に酸素や栄養を届けるライフラインです。このネットワークがうまく機能しなければ、私たちの体は未病、そして老化の道へと進んでしまいます。血管には動脈、静脈、毛細血管があり、それぞれ次のような特徴と機能があります。動脈は心臓から全身に血液を送り出す血管で、酸素や栄養分を運ぶ役割があります。丈夫で柔軟性があり、弾力性が高いことから高い血圧に耐えることができます。毛細血管は動脈と静脈の間をつなぐ細い血管で、細胞や組織に酸素や栄養分を届け、老廃物や二酸化炭素を回収する役割があります。髪の毛の20分の1程度の細さのため、肉眼では見えません。静脈は心臓に戻ってくる血液が流れる血管で、二酸化炭素や不要物を処理器官に運ぶ役割があります。特に足、ふくらはぎの静脈には重力に逆らって血液を心臓に戻す働きがあります。脳は体重のわずか 2% しか占めていないにもかかわらず、全身の血液の15から 20% を使うと言われています。それだけ脳の血流は私たちの知的活動や感情、さらには未病を防ぐためにも重要です。脳のメカニズムで言えば、脳の血流が不足すると前頭葉の機能不全に陥り、うつ病が原因の過性認知症になります。もともと前頭葉は加齢の影響を受けやすく、前頭葉の血流量は20代に比べ80代では 20% 低下すると言われています。うつ病性過性認知症になると、さらに前頭葉への血流量が低下します。前頭葉は注意力、集中力、段取りなどを司る部位なので、うつ病性過性認知症になると日常生活の中でうっかりミスが多くなります。では、良い血流を保つための習慣とはどのようなものでしょうか？脳は活性化すると脳の血流量が豊富になります。脳の神経が活発に働くことで酸素が消費されるため、それを補うために脳の血流量が増えるのです。そして脳のネットワークをより使うことで、そのネットワークを広げます。そのネットワークの中から情報伝達の効率がいいルートを取捨選択し、強固にすることで記憶力や集中力など本来脳が得意とする能力を発揮できるようになっていきます。脳は様々な場面で活性化しますが、そのために大事なポイントがいくつかあります。主に次のようなことが挙げられます。運動をすること。有酸素運動をすることで神経細胞の栄養源が体内で作られ、それによって記憶を司る海馬も発達します。食生活を工夫すること。何を食べるか、どうやって食べるかでも脳の活性化に影響します。脳の健康維持に役立つ食べ物はたくさんありますが、特定の品目だけではなく、バランスよく食べることが大事です。その中でも地中海沿岸の地域で食べられているような食事が脳に良いと言われています。また、特に認知症のリスクを見据えた糖尿病予防としての血糖コントロールと、血管を若々しく保つための動脈硬化予防を意識しましょう。睡眠をとること。睡眠には2つの役割があります。1つは記憶を固定すること。眠ることで記憶を形成し、保持することができます。もう一つは老廃物を洗い流すこと。脳神経細胞の周辺に蓄積し、認知症の原因にもなるタンパク質のゴミが眠ることによって
洗い流されると言われています。そのため、しっかり眠ることが脳にとって大切な役割を果たすのです。若々しい血管と血流を保つために日常生活で少しずつ意識を変えていくことが大切です。未病の状態で防ぐことが健康で長寿を迎える鍵になります。今日の内容が皆さんの生活に役立つことを願っています。次回もお楽しみに。